アクアリウム初心者のおっさんがゼロから水槽の準備をしています。前回流木に加工したんですが、違和感があるのでそれを修正します。まずこの水中エポキシで形を整えます。2種混合して水中でも使える充填剤って書いてあります。パテみたいなもんだと思ってたんで、粘土状のものを想像してたんですが、こんな風にね、水飴っていうか、ガムのような感じですごく扱いにくいんですよね、これ。ものすごいベタベタなんだけど、硬いみたいな感じで。で、気温が低いと混ぜにくいって書いてあったので、ヒートガンでちょっと温めて、混ぜやすくはなったんですけど、やっぱりね、ベッタベタでかなり扱いにくいんですよね。なので混ぜたりする道具はしっかりしたものを使った方がいいと思います。で、これを流木の接続部に持っていきます。ほんとこれ水飴いじってる感覚ですね。水中でも扱える商品なので、その辺が関係してるかもしれません。重力で結構垂れてきちゃうんで、その辺も考えた方がいいかもしれませんね。で、こんな感じで段差を滑らかにして、硬化まで24時間放置します。で、これでしっかり硬化したので、化粧をちょっとしちゃいましょう。使うのはこちらの小さい流木。チャーム海上流木です。他で使ってる流木もそうなんですが、全部熱湯でアク抜きをしてあります。期間は1週間ぐらいですかね。初期汚れが抜ければいいかなぐらいのつもりでやってます。で、乾燥させたこの流木を金やすりで粉状にします。使うのはこの粉の方なんで、全然売れなそうな形の安いもので十分です。で、袋にちょっとまとめて、次は彫刻刀で表皮の部分を削り出します。こっちはホームセンターで買った流木なんですけど、表面がゴワゴワしたものの方が、いい素材が取れると思います。こんな風にボソボソしたやつですね。この流木もやっぱりかなり硬いので、刃物を当てるのを気をつけてくださいね。これね、本当気をつけてくださいね。カッターも使ったりなんかしながら、表皮素材を集めます。いろいろサイズがあるといいかもしれませんね。で、これを貼り付けていきます。接着は隙間埋めも兼ねたいんで、5番目の動画で使ったバスコーク N で貼り付けます。もうこれはもう素材選びながら、ちまちまもう貼っていくだけですね。個人的にこういう作業大好きです。で、どうしても隙間が空いちゃうので、そこへ最初に削った粉末を振りかけて、化粧にします。石の接着部分を隠したのと同じ方法ですね。で、あとはもうひたすらこれを繰り返します。お湯でアク抜きをしてる時に気がついたんですが、流木は水につけるとかなり色が濃くなるので、だいたい色が揃ってる感じになれば大丈夫じゃないかなと考えてます。ただ一応表面の質感が唐突にならないように選びながら貼ってはいます。で、こんな感じで完成です。下の方は根っこ感を残すためにあえて貼り付けてません。朽ちて表皮が剥がれた感じにしてみました。で、余った素材は今後のために残しておきましょう。結構残りましたね。形がね、ちょっと気に入ったフォームウッドがいくつかあったので、これは裏側だけ素材をいただいて、こんな風に底面に配置します。これも朽ちた流木が川の底に沈んでるみたいな雰囲気が出せればなと思ってやってます。そんな風に見えない方もそういうことにしといてください。で、全体はこんな風になりました。で、僕としては水草がこうやって入るから、こんな風になってああなってっていう想像は結構してあるんですけど、これやっぱりゴジラ VS ガメラっすよね。でも本当僕は気に入ってるんで、これでいきます。では今回使った費用です。セメダイン水中エポキシが570円。チャームで買った形状おまかせ煮込み済み海上流木 S15 センチから20センチってやつを3本セットになったやつで、これが2188円。ホームセンターで1個だけ買ってきたホーンウッドが650円。ここまでで89,015円使いました。今回で大きい素材の配置が決まってかなり景色が見えてきましたね。僕としては全体的に見て流木と石の区切りがちょっと強すぎるような感じに見えるので、この辺を少し馴染ませるような装飾を次回加えていこうと思います。それではまた。